Hi, my name's Pedro, and I've been studying Japanese for over 15 years and living in Japan for over 12. This video will be entirely in Japanese, which is great for you, serious learners that know you have to be exposed to Japanese as much as possible. But feel free to turn on the English captions if you need them, okay? 今回はこの動画シリーズのパート2なんですが、日本語最初に勉強し始めた時に苦労したこととどうやって乗り越えたかについての動画シリーズです。パート2はね、日本語の語順について話をしていきたいと思います。日本語を基本的に独学で勉強してたんですけど、一番最初の方だけはね、6ヶ月だけレッスンを受けてたんですよね。で、一番最初のレッスンに先生にこう言われたんですね。日本語はね、動詞はいつも最後に来るのと言われました。その時はでももし2つ以上の動詞がある場合はどうなるのって思ってたんですよ。でも今はもちろん日本語の基本的な構造はもう分かっているので、この動画を見ればあなたも日本語の文章の構造が分かるのと、どこに注目すれば効率よく学べるかが分かるので、最後まで見てくださいね。まずなんであの時に先生のいつも動詞が最後に来ますよと言われた時にそんなに混乱してたかというと、日本語の構造ね、その動詞のつなげ方が理解できなかったためです。それは一番最初のレッスンだったので当たり前なんですが、それをどう乗り越えたかというと、この日本語は動詞はいつも最後に来るというのは本当ではないと分かったからです。だってさ、例えば友達がね、よかったら今度一緒にご飯を食べましょうよって言って、で自分がいいよって言ったら、その友達がじゃあ行ける日を教えてって言うんじゃないですか。この行ける日を教えてって動詞が一番最初に来てるじゃんと思うんじゃないですかね。こういう行ける日を教えてって聞いた時にじゃあ先生が間違えてたんじゃんって思いました。そもそもね、最初に僕の頭の中ではそのね、動詞がいつも最後に来るって言われた時に、じゃあ日本語の文章って動詞2つ以上使う場合は全部が最後に集まるってことなのかな、どうなるのかなと思ったんですよ。ただ実はそうじゃないと分かった時に光が見えてきた。しかしね、言っときますけど、その先生の言ってることは間違いではありませんでした。日本語は本当に動詞はいつも最後に来る。一つのケースを除いて、そのケースも後で説明しますけど、一つのケースを除いて本当に日本語の文章は基本的に最後に動詞が来ます。で、今言った法則はね、日本語の構造に由来するんですが、日本語はね、基本的にその長い文章を作るために短い文章を2つの方法でつなげてまとまった長い文章を作るんですよ。2つか3つかそれ以上でもいいんですけど、そういう全部つなげて長い文章ができるんですよね。1つ目はさっき言ったフレーズのように行ける日を教えてみたいに、動詞かその文章の後に動詞をつけることでその文章をさらに伸ばしていく感じです。この行ける日を教えてから見ると、そもそも行けるっていうのは一つの文章です。で、この文章も動詞はちゃんと最後に来てますよね。この動詞の後に非名詞をつけることでさらにこの文章を作っていく、伸ばしていけるようになってるんですよね。行ける日を教えて、この2つ目の文章も日を教えてっていう文章になってるんですが、それもちゃんと動詞が最後に来てます。で、2つ目のつなげ方、文章の作り方は動詞を活用してつなげる方法です。例えばね、雨が降ったら買い物には行かない。で、この雨を降るっていう文章があって、降るを活用して降るから降ったらで次の文章につなげて長い文章を作ります。雨が降ったら買い物に行かない、その2つ目の文章は買い物に行かない。で、それぞれの文章はちゃんと動詞で終わってる。わかりますよね。動詞で終わってるけど全ての動詞がその文章の最後に集まってるわけじゃないんですね。2つの文章でできてるので。最後にですけど、そのちょっと
例外があるって言ってたんじゃないですか。それは形容詞の場合です。形容詞は英語で勉強するときにいい adjectives と not adjectives があるんじゃないですか。日本語だと形容詞はいい adjectives だけで not adjectives は形容動詞と言うんですね。ただこの形容詞いい adjectives を使うときだけは最後に動詞ではなくていい adjectives で文章を終わらすことができます。例えば僕は嬉しいというと最後に嬉しいは形容詞ですよね。もちろんこの僕は嬉しいの最後にですをつけることもできるんですが、それでちゃんと動詞で終わるようになりますが、ただ人によってこの場合はですは動詞ではないという人もいるのですね。僕はどっちかというとどっちでもいいです。これが動詞であっても動詞じゃなくても、日本語として成り立っているのであれば自分はどっちでもいいんですが、形容詞だけで文章を終わらすこともできると覚えておいた方がいいと思いますし、で実際にそれはなぜかというと、こういう形容詞は動詞と同じように活用できるからですね。つまり In Japanese the verb always comes last よりはIn Japanese, the sentences always finishes with a word that can be conjugated の方が良かったかもしれないんですね。ただ初心者にはそういうふうに教えたらもっと混乱してしまうので、In Japanese, the verb always comes last. SOV, subject, object, verb で教えた方が初心者に優しいかもしれません。で、あれですよね。名詞で終わってそうな文章もあるんですが、例えば明るい人ね。人って名詞なので動詞ではないですが、それはただ動詞が省かれているだけですよね。明るい人ですとか明るい人だとか、そのですとだが省かれているだけであってちゃんと動詞で終わってます。要するに動詞と形容詞のつなげ方、これを知ることで何でも理解できるようになるし何でも言えるようになります。次の動画パート3はね、もっと個人的な苦労だと思うんですけど、そのという表現について話をしていきたいと思います。この動画が完成すればここに出てきますが、それまでに、アルゴリズムが最適だと思っている動画が表示されますので、よかったらこれも見てみてくださいね。ではまたの機会でお会いしましょう。バイバイ。